まあそれまでもずっと結婚生活中にすごく心ない取材のあり方というか、一人のカメラマンがわっと出てきてカメラをこんなに近くにされたら人間の動作としては払いたくなるじゃないですか。でそれを反対側で撮るみたいな、なんかそういういろんなテクニック、さまざまな多分取材のテクニックみたいなことが受けてきた中では、なぜそういう思考回路になったのかなって考えていくと、何のためにこのメディアに入ったのかなってところを問いたいって思う。であればメディアの方も出てくださいってことで、一方で本当にいい人ってどこにいるのかなっていうふうにもちょっと言いたいって気持ちがあって、飲んだ空き缶捨てたことありませんかとか、タバコポイ捨てしたことありませんかとか、ちっちゃなこととそれを何か比べるなみたいなことかもしれないんですけど、世の中ですごいひたすら大変なこと起きてるのに傍観してる人多くないですか。もしくは目の前でいじめとか起きてても傍観してるってことはいいことなんですかってことも言いたいし。記者会見なんですかね、その自分自身としては結婚した際にやっぱり向こうのパートナーの事務所だとかパートナーの仕事のことを優先して公な場で、まあその前までも自分は公な場で出てたつもりなんですけれども、あまりにもその結婚したことによっていろんなメディアが今までそのファッション誌だとかカルチャー誌とかにも取材を受けたりだとか、なんかテレビとかにも呼ばれれば出てたんですけど、あまりにもその自分の行動、仕事のことではないプライベートなことでっていうことが多すぎたので、もう一律全てメディアには出ませんっていうふうにしていたんですけど、その最後の騒動の時とかもなんかこうやっぱり自分としては家族を守りたいっていう思いでなんとかせねばって思って、で記者会見を開くにあたってどうしたらうまくできるかって言ったらあれですけど、やったことがないことなんですけど、どうしたら一番できるかなって思った結論が一人で開くっていうことにたどり着いたというか、一人でやっていれば多分その多くのメディアのもうこなれたその百戦錬磨的な取材陣たちもちょっといつもと違うぞってなるだろうし、あれこれ本当に一人でやってるんだっていう受付から自分がいるかいないかでやってった時に取材陣たちが協力するようになったんですよね。でまとめようってなったんですよね。でそれってもう一方的にいろんなことを聞いてやろうっていうモードで来てる人たちのモードが変わるっていうか、これはこの会をちゃんと成立しないと俺たち仕事できないぞってなったので助け合うって空気が生まれて、で取材の時も極力一見関係ないって言われたとしても自分のストーリーを話すっていうことってやっぱりどういうストーリーから自分がこういう考え方に至って今こういうことをしてるかっていうことを伝えなければいけないなっていうのと、外録チャンネルってところにはもう最初からずっと撮っといてもらうってことを話をしてたんですよね。やっぱりどこをどう切り取られてつなげられても本編全部これですっていうことに興味がある人はそれ見てもらえたら、どのメディアがどういう切り取り方をしてるかってことをジャッジしてもらいたいっていうふうに、メディアを俯瞰のメディアでジャッジできるっていう構造も大事だと思っていたので、そういうふうにしたのと、徹底的に一人でやってることによって仕切れる方が仕切ってもくれるし、思いやりが発生してきたというか、それが多分大きく違うんじゃないかなとは思っていて、あとはまあ顔が見えないで質問ができるっていうことで言いたい放題言えるんだろうなって思ったので、横に座ってもらって聞いてもらうっていうことの方がいいなっていうのはずっと問いかけてたんですよね。それまでもずっと結婚生活中にすごく心ない取材のあり方というか、一人のカメラマンがわっと出てきてカメラをこんなに近くにされたら人間の動作としては払いたくなるじゃないですか。でそれを反対側で撮るみたいな、なんかそういういろんなテクニック、さまざまな多分取材のテクニックみたいなことが受けてきた中では、本当にこの人たちのことを悪く思いたくもないので、なぜそういう思考回路になったのかなって考えていくと、どこかでなんていうんですか、そういうことにプライドを持つのも分かるんだけど、
何のためにこのメディアに入ったのかなってところを問いたいって思うっていうのと、同時に自分はその芸能人ではないし事務所にも入ってないんですけど、なんか都合よく文化人の枠ですから顔も出しますとか名前も出しますとか、あることないこと書かれても何も言えないみたいな状況っていうことも厳しいなって思うと、であればメディアの方も出てくださいっていうことで、その自分の家族とかにまで行くわけですよね、出ることによって。であればそのメディアの方もそのメディアの方の家族とかこれを見てどう思いますかってところも自分自身に問いかけてもらいたいと思って、なんかそういうあんまり結果的には自分の普段の行動規範から変わらないでやったなとは思うんですけど、伝わらなかったなっていう自分からしたらなんていうんですかね、その病気って言葉がネガティブに捉られてしまったんだなと思うんですけど、でも往々にしてそのアイドルっていうものってすごく過剰な時期があっただろうし、今の現在のアイドルもそうかもしれないんですけど、でそういったことの過剰なプレッシャーによってなかなか通常のそのモードがキープできないってことっていうのは考えたら分かりませんかってことが伝えたかったっていうことと、そういったことって時代だからって言えばこれどこまで皆さん遡りますかっていうとこだなと思っていて、自分自身は悪いことも散々してきてるし、そんなに表に出るべき人間じゃないっていう自負もあったんですけど、でもそれをその一方で本当にいい人ってどこにいるのかなっていうふうにもちょっと言いたいって気持ちがあって、悪いことをしたかどうかっていうことと、それを上げていったら本当にどれだけの人が上げられるんだろうかって、飲んだ空き缶捨てたことありませんかとか、タバコポイ捨てしたことありませんかとか、ちっちゃなこととそれを何か比べるなみたいなことかもしれないんですけど、一方で傍観してる人多くないですかって言いたいんですよね。世の中ですごいひたすら大変なこと起きてるのに傍観してる人多くないですか。もしくは目の前でいじめとか起きてても傍観してるってことはいいことなんですかってことも言いたいし、この今結果的には面白い時代だなとは思うんですけど、すごくそのこれまでの当たり前がもう否定されるっていう、それの大きなものが芸能界じゃないかなとも思うんですけど、なんか昔の有名人ってもっと豪遊みたいな話を聞けば、その女性に対してどんな扱い方をしてたかもそうですし、いろんなことってもっとしこたまあるんじゃないかなって思うと、そこで育ってきた芸能人の人たちが今の時代になったからといって否定されてとかって言われてもそれは困惑するだろうなとも思うし、誰かだけがではなくてもっと全体としてそれが問題だというのであれば謝罪もするべきだし、でそこから新たにこの今の新しい価値観にはめていけば、これからはこうしていきたいと思いますっていうふうにしていかなければ、誰かしらがこう上げられて吊るし上げられて出れなくなるみたいな状況っていうことをずっと続けていって、でそういう人たちの次の逃げ場が YouTube みたいになっていってしまっても、なんかちょっと本当にいいんですかこの国はっていう気がしますよね。そういう意味でも多分トランプさんとかの登場なんじゃないかなとは思うんですけど、でも今一方で能登とかに通ってると能登って結構何人も子供がいるって家族多いんですよね。お部屋探しはエイブルアンビリーバブル、お部屋探しはエイブルエイブル、お部屋探しはエイブルがワンダフルエイブル。でも今一方で能登とかに通ってると能登って結構何人も子供がいるって家族多いんですよね。でみんな結構楽しそうに暮らしてるんですよね。なんていうんですかね、なんかちょっと今の都会のそういうこう窮屈感っていうかがなくって、のびのびみんな楽しそうっていうことを考えると、いよいよこう中央側みたいな感覚で変わっていくんじゃないかなっていう気もします。なんか田舎の昔でいうやっぱ田舎ってなんか人間関係がんじがらめで自由じゃないって思ってたんですけど、都会に来た時のこのいろんなこうあるべきそうあるべき、なんかファッションはこうでみたいな感じ
も逆に窮屈になってくるんじゃないかなっていう。エイブルに来る人っていい顔してるよな。新生活を始める人だからね。俺たちもいい顔で出迎えなきゃな。ああ、はい。お部屋探しはエイブルに来てみる。エイブル